皆さん、こんばんは。ナミです。今日も皆さんと一緒にお話できてめっちゃ嬉しいです。昨日すっごく面白いことがあったんですよ。実は夜中の2時頃、お腹がペコペコになっちゃって、パジャマの上にパーカーを着て、そのままコンビニに行っちゃったんです。ちょっと恥ずかしいかな。でもね、そこで私気づいちゃったんです。おにぎりコーナーに行ったら、わーって感じで15種類くらいのおにぎりがずらーって並んでたんです。どれも美味しそうで、って悩んじゃって、3分も立ち止まってました。でもね、これって世界的に見るとマジでやばいことなんですよ。だって夜中の2時にこんなに種類豊富な食べ物が買えるお店なんて他の国にはないと思うんです。今日はそんな日本のコンビニの嘘でしょって驚いちゃうような話を皆さんにお届けしたいと思います。私最初に言っておきたいことがあるんです。日本のコンビニってもはやただのお店じゃないんです。なんていうか宝箱みたいな場所なんですよ。我ながらちょっと恥ずかしい表現かも。でも本当に開けてみるまで何があるかわからないワクワクする場所なんです。だって考えてみてください。夜中でも朝でもいつでも空いてて、食べ物から日用品まで何でもあるんです。しかもレストランみたいに美味しい食べ物まで売ってるんですよ。これってマジですごくないですか？今日は特に皆さんがびっくりするような商品の話をメインでしていきますね。おにぎりとお弁当の種類の多さ、コンビニスイーツの進化、そして季節限定商品の面白さ。聞いてるだけできっとお腹が空いちゃうと思います。あ、そうそう。今日話すことで、そんなものまで売ってるの？って思うことがあったら、ぜひ覚えておいてくださいね。日本に来た時に絶対チェックしてほしいものばかりですから。それでは早速始めましょう。まずね、おにぎりの話から始めたいと思います。これがもう本当に可愛いくらいすごいんです。私、昨日数えてみたんですけど、近所のコンビニに18種類のおにぎりがあったんですよ。18種類ですよ。すごくないですか？定番の梅とか鮭とか昆布はもちろんあるんですけど、それ以外にもツナマヨ、明太子、高菜、焼肉、唐揚げ、エビマヨ。もう
見てるだけでお腹鳴っちゃうくらいいろんな種類があるんです。特に私が最近ハマってるのが焼肉おにぎりなんです。焼肉がおにぎりに入ってるって最初聞いたときは、嘘でしょって思ったんですけど、食べてみたらめっちゃ美味しくて、甘辛いタレの味とお米の相性が抜群なんですよ。でも焼肉おにぎりを食べるときはお口の周りにタレがついちゃうからちょっと恥ずかしいんですけどね。でも美味しいから許してください。そしておにぎりの包装がまた面白いんです。皆さん知ってますか？日本のおにぎりって海苔がパリパリのまま食べられるように特別な包装になってるんです。これがもう天才的なアイデアだと思うんですよね。海苔がしっとりしちゃったおにぎりって正直あんまり美味しくないじゃないですか。でもこの包装のおかげでいつでもパリパリの海苔が楽しめるんです。外国の方がこれを初めて見たらきっとどうやって開けるのって迷っちゃうと思います。私も最初は開け方がわからなくて海苔をビリビリに破いちゃったことがあります。でも慣れるとすっごく簡単なんですよね。そうそう、おにぎりって値段も手頃なんです。だいたい100円から200円くらいで買えるんですよ。これでお腹もいっぱいになるし、栄養も取れるし、コスパがめっちゃいいんです。朝ごはんにおにぎり1個とコーヒーっていうのをよくやってるんです。皆さんの国では朝ごはんに何を食べますか？パンとかシリアルが多いのかな？でもね、おにぎりもすごくいいですよ。手で食べられるから歩きながらでも食べられるし、お米だからお腹にたまるし、しかもいろんな味があるから毎日違うのを選ぶ楽しみもあるんです。でも朝からツナマヨおにぎりを食べてるとちょっとカロリー高いかなって反省しちゃうんですけどね。でも美味しいからついつい手が伸びちゃうんです。そうそう。最近は変わったおにぎりもいっぱいあるんですよ。チーズが入ったおにぎりとか、カレー味のおにぎりとか、私が一番びっくりしたのは、ハンバーグが上に乗ったおにぎりです。小さなハンバーグがちょこんと乗ってて、見た目も可愛いんですよ。でも、これがまた美味しいんですよね。ハンバーグもジューシーだし、ご飯との相性もいいし、コンビニの商品開発の人って本当にすごいなーって思います。でも、ハンバーグおにぎりを食べるときは、ちょっとお行儀悪く見えちゃうかもしれませんね。でも一口でパクって食べるのが私のお気に入りの食べ方です。ちょっと子供っぽいかな？
あとはね、デザートもすっごくいっぱいあるよ。プリン、ロールケーキ、チーズケーキ、ティラミス、エクレア。もうデパートのスイーツ売り場みたいなラインナップなんです。しかも値段は200円から400円くらいでめっちゃ安いんですよ。私が衝撃を受けたのはセブンイレブンのプリンです。滑らかプリンって言うんですけど、これがもう専門店のプリンと変わらないくらい美味しいんです。カラメルソースも苦くて、プリン部分はトロットロで、初めて食べたとき、これが200円？嘘でしょって思わず声に出しちゃいました。周りの人にちょっと変な目で見られちゃったかもしれませんけど、本当に感動したんです。ロールケーキも進化がすごいんです。生クリームがたっぷり入ってて、スポンジもふわふわで。でもね、一人でロールケーキ1本食べちゃうのは、ちょっと罪悪感があるんですよね。だから、今日は特別な日だからって自分に言い聞かせて食べてます。甘いものってそうやって理由をつけたくなりませんか？ティラミスなんてもうイタリアンレストランで食べるのと変わらないんです。マスカルポーネチーズの濃厚さとコーヒーの苦味のバランスが絶妙で、これがコンビニで買えるのってマジで感動しました。でもティラミスって上品に食べるのが難しくて、いつもスプーンでぐちゃぐちゃになっちゃうんです。もっと上手に食べられるようになりたいな。そうそう。最近はコラボスイーツも多いんです。有名なケーキ屋さんとコラボした商品とか、人気キャラクターとコラボした商品とか、見た目も可愛くて食べるのがもったいないくらいです。特に面白いのが期間限定スイーツなんです。春になると桜味のスイーツがいっぱい出るんですよ。桜餅風のケーキとか、桜のロールケーキとか、日本らしくてとっても素敵だと思います。夏はかき氷風のスイーツとか、冷たいゼリーとか、暑い季節にぴったりのさっぱりしたスイーツが並ぶんです。秋は芋とか栗とかを使ったスイーツが人気ですね。さつまいものモンブランとか、栗のプリンとか、秋の味覚を手軽に楽しめるんですよ。冬はチョコレート系のスイーツが充実します。濃厚なチョコケーキとか、ホットチョコレートとか、寒い日に食べると心も温まるんですよね。でも季節限定商品って期間が短いから、見つけたらすぐ買わないといけないんです。今度買おうって思ってると、もうなくなっちゃってるんですよね。これがちょっと切ないところです。そして地域限定商品も面白いんですよ。私、出張で他の県に行った時、
その地域でしか売ってない商品を見つけて、すごくワクワクしたんです。例えば、北海道に行ったら、夕張メロンのスイーツとか、ホワイトチョコのケーキとか、北海道らしい商品がいっぱいあったんです。沖縄に行ったら、紅芋のタルトとか、シークワーサーのゼリーとか、関西だとお好み焼き味のお菓子とか、たこ焼きせんべいとか、その土地の特色が出てて、旅行の楽しみの一つになるんですよね。たこ焼きせんべいを初めて食べたとき、これ本当にたこ焼きの味がするって一人で感動しちゃいました。ちょっと変な子だと思われちゃうかもしれませんけど、そういう小さな発見が嬉しいんです。九州だと明太子味のお菓子とか、豚骨ラーメン風のカップ麺とか、地元の味を生かした商品があるんです。これって全国チェーンのコンビニなのに地域性を大切にしてるってことですよね。すごく素敵なことだと思います。そうそう。コンビニには皆さんが知らない便利な場所があるんですよ。それはイートインコーナーです。これがあるコンビニだと、買った商品をその場で食べることができるんです。椅子とテーブルがあって、電子レンジもあって、お箸やスプーンも用意してあるんです。一人でも気軽に使えるし、友達と一緒に軽食をとることもできるんですよ。私よくイートインコーナーを使うんです。特に熱々のお弁当を食べたい時とか、アイスクリームを溶ける前に食べたい時とか、家に帰る前にちょっと休憩したい時にも便利なんですよね。でも、イートインコーナーって実は税金が違うんです。持ち帰りだと 8% なんですけど、イートインで食べると 10% になるんです。ちょっと複雑ですけど、そういうルールがあるんですよね。それからコンビニの数の多さもすごいポイントなんです。日本全国になんと5万店以上のコンビニがあるんですって。これって郵便局より多いんですよ。私の家の周りだけでも徒歩5分圏内に4軒のコンビニがあるんです。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、そして地域密着型の小さなコンビニが1軒。選択肢がいっぱいあって、その日の気分で選べるんです。でもね、こんなにたくさんあると、どこに行こうか迷っちゃうこともあるんですよね。今日はどこのコンビニにしようって考えるのも、ちょっとした楽しみになってます。そして、意外と知られてないのが、コンビニのトイレがすごく綺麗ってことなんです。これって外国の方には特に知ってもらいたいポイントです。日本のコンビニのトイレは本当に綺麗なんですよ。毎日掃除してるし、トイレットペーパーもちゃんとあるし、手を洗う石鹸もあるんです。しかも、ウォシュレットがついているところも多いんです。旅行中、トイレを探してるとき、コンビニを見つけると本当に安心するんですよね。しかも、
無料で使えるんです。これってすごく親切なサービスだと思います。あ、でも私、コンビニのトイレを使わせてもらった後は、必ず何か買うようにしてるんです。なんていうか、お礼の気持ちで。ガムとか飴とか小さなものでもいいから買っちゃうんですよね。外国だとトイレを使うのにお金がかかるところも多いって聞きますけど、日本のコンビニなら無料なんです。しかも清潔で安全で本当にありがたいですよね。最近気づいたんですけど、コンビニって24時間営業だから、いろんな時間の人たちが利用してるんですよね。朝早くに仕事に向かう人、夜遅くに仕事から帰る人、夜勤の人、学生さん、本当にいろんな人の生活を支えてるんだなって思います。私も仕事で遅くなった時、コンビニがあることで本当に助かってます。夜の11時でもちゃんと温かいお弁当が買えるし、明日の朝ごはんも買えるし、24時間営業って当たり前のようで、実はすごいことなんですよね。でもね、働いてる人は大変だと思うんです。夜中でも早朝でもいつでも笑顔で対応してくれるんですから。コンビニの店員さんにはいつも感謝してるんです。そうそう。コンビニではいろんなサービスも受けられるんですよ。荷物の受け取りとか、公共料金の支払いとか、ATM でお金を下ろすこともできるんです。もう何でもできちゃうんですよね。特に便利なのが、ネットで買い物したものをコンビニで受け取れることです。家にいない時でもコンビニなら受け取れるから再配達の心配がないんです。あとコピー機もあるから急に書類をコピーしたい時も安心です。写真のプリントもできるし、もう何でもありなんです。こんな風にコンビニって単なるお店じゃなくて、生活に必要な機能がぎっしり詰まった場所なんです。だから日本人にとってはなくてはならない存在になってるんですよね。でもここまで聞いて、日本人はコンビニに依存しすぎじゃないって思う人もいるかもしれませんね。確かにそうかもしれません。私もコンビニがない生活なんてもう想像できないくらいです。でもそれだけ便利で、それだけ私たちの生活に密着してるってことなんですよね。いいか悪いかは別として、これが現代日本の文化の一部になってるんです。最後に皆さんにお伝えしたいことがあるんです。日本のコンビニって本当に面白い場所だから、もし日本に来る機会があったら、ぜひいろんなコンビニを覗いてみてください。同じチェーン店でも場所によって品揃えが違ったりするんです。オフィス街のコンビニと住宅街のコンビニと観光地のコンビニでは
全然雰囲気が違うんですよ。それに、新商品がどんどん出るから、いつ行っても新しい発見があるんです。あ、こんな商品出たんだってワクワクしちゃうんですよ。特に季節の変わり目は要チェックです。春夏秋冬、それぞれの季節らしい商品が出るから、日本の四季を感じることもできるんです。それから、コンビニで日本語の勉強もできますよ。商品名を読んだり、値段を確認したり、レジで簡単な会話をしたり、生きた日本語に触れる機会になると思います。店員さんも外国の方には親切に対応してくれると思います。これは何ですかって聞いたらきっと教えてくれますよ。そうそう、コンビニの商品って日本人の好みがよくわかるんです。どんな味が人気なのか、どんなパッケージが好まれるのか、そういうことも観察できて面白いですよ。あ、それからコンビニのレジ袋は有料になったので、エコバッグを持参するのがおすすめです。でも、うっかり忘れちゃっても、レジ袋も売ってるから大丈夫ですよ。今日は日本のコンビニの魅力についてたくさんお話ししました。おにぎりやお弁当の種類の豊富さ、コンビニスイーツの進化、季節限定商品の楽しさ、どれも日本ならではの文化だと思います。私たち日本人にとっては当たり前のコンビニですけど、改めて考えてみると本当にすごい場所なんですよね。世界中探してもこんなに便利で、こんなに品揃えが豊富で、こんなにサービスが充実してるお店はなかなかないと思います。でも便利すぎるのも考えものかもしれません。私たちもコンビニばかりに頼らないで、たまには市場で買い物したり、商店街を歩いたりすることも大切ですよね。バランスが大事だと思います。それでもコンビニがあることで、私たちの生活がより豊かで便利になっていることは間違いありません。特に忙しい現代社会では、コンビニの存在はとても重要だと思います。皆さんも日本のコンビニ文化についてどう思われましたか？面白いと思ったこと、驚いたこと、疑問に思ったこと、何でもあったら教えてくださいね。コンビニを通して日本の文化とか日本人の考え方とかも少し理解していただけたでしょうか。私たちがどんな生活をしているのか、どんなものを食べてるのか、そういうことも伝わったら嬉しいです。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。長い時間聞いてくださってありがとうございました。皆さん今日もお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。